お友達だ。水沢うどんの特徴は、Oh my goodness、気持ちいい。この石段、極めて特殊な偽装問題が、千と千尋の怖い。おはよう、涙のワカサギ丼ぶちかましますよ。すでにぶちかましていいのはカレーうどんです。どうも、茨城県の40代独身男性かっこイケメン、ダカティです。温泉に行きたいということで、今日は群馬県の伊香保温泉に行ってみたいと思います。キャンピングカーが納車してガソリンスタンドぐらいしか行ったことないのに初の遠出、いきなり遠出大丈夫なのか。てかめちゃ混ぜるやん。早速行ってみましょう。出発バックオーライ。緊張するなぁ。よく確認して。Oh my goodness、なんてこっちゃいな。奇跡の逆シンクロじゃないか。でも全身で出られるのはありがてえ。なんてったってほとんど初運転だからね。出たらすぐ北関東道へ入っていく。栃木津賀、まだまだ北関東道継続。群馬県の人口1位高崎、ここで関越道へ。高崎のすぐ隣は前橋県庁所在地だと思ったら、もうすぐ狛寄せパーキングエリア到着です。あ、お友達だ。混んでるな。トラックスペース止めさせてくれ。ほんとすまん。ここまで友部から2時間くらい。狛寄せはスマートインターついてるので、ここで降ります。初めて高速を運転した感想としては、全然運転しづらい感じはなくて、むしろ目線が高かったからすごい気持ちよかったですね。まっすぐ行くと高速に復帰、左に行くとスマートインター出口です。実は一つ先の伊香保インターで降りた方が5分早く着きます。だがしかし、昼間は景色がいいのでこっちがおすすめです。奥に見える榛名山に向かって気持ちよく伸びる道。おー、気分めちゃくちゃ上がりますよ。つっても夜は伊香保インター使いますけどね。ちなみに狛寄せからのルートだと水沢うどん街道を通ることになります。なので今日の昼ご飯は水沢うどんにします。あれ？これ全員入店待ちか。無理。40分待ちでした。隣の山源さんに来ました。すぐ食べられそうです。水沢うどんの特徴はツルツルした麺と、なんて言ったって舞茸天ぷらですね。これが私の食べた天ざるうどんの大盛りです。見た目以上にめちゃくちゃボリューミーですよ。ぜひどうぞ。さっき入れなかった大沢屋はいつ来てもだいたい一番混んでますね。2番目に混んでるのがたまる屋。あとは比較的入れる、そんな印象があります。どこのお店も自家製麺で、つゆも各店全部違います。うどんマップです。ネットでダウンロードできます。私は数えきれないくらい伊香保に来てますので、まあだいたいほぼ全店のうどんをこれまでいただきました。その経験からお話しさせていただくと、正直どこもうまい。ごめんなさい、はっきりしなくて。まあ宣伝効果などで混み具合は確かに違うんですけど、まあ味がうまいとかうまくないとかそういうことじゃなくて、個性の差だと思ってます。特につゆ。さて、せっかく途中まで登ってきたのに急遽下山してます。それは理由があるんですね。景色が見たかったからだ。見てください、この山肌からの渋川市街。気持ちいいじゃないですか。すいません、違います。買い出しを忘れたからです。ということで、キャンピングカー初心者のお見苦しい3連発怒涛の切り返しご覧あれ。止めた直後、横にコンパクトが来たんですよ。降りてみたらちょっと自分より前にいるんですよ。まさかデカさで負けたのか、くせと思って後ろ見たら、ちょっとデベソ。これはゴルフ用語でデベソですよ。ずるい。気を取り直して再び登っていく。登り切りました。あとちょっとです。石段広場過ぎるまで駐車場はありません。着きました。左側が石段広場です。どうでしょう、窓が汚い。見えますでしょうか。こちらです。この辺りに駐車場が豊富なんですが、私は頂上付近まで行きます。市営の源泉かけ流し温泉と飲泉所があるからです。梶川市駐車場18台限定、無料ですが狭い。段差3台に1台吸ってますよ。源泉が近いということで、川の色を確かめてみたいと思います。どうでしょう、この色。暗いですが見えますか。
周辺を探索します。キャンピングカーに電動キックボード積んでるので、これで移動します。もちろん法令遵守、もちろんヘルメットありです。スピード出てるように見えますが、30キロ出てないぐらいです。石段の頂上付近から下まではだいたい70メートルぐらいの高低差と言われています。見えませんが、右側が石段街です。と言ってる間にあっという間に下に着きました。右側は大江戸温泉物語の駐車場。左側が宿泊施設になっています。ホームページを見ると日帰り温泉入れるよって書いてあるんですが、実は土日祝日はほとんど不可になっています。先ほど通った道を逆走します。左側が市営 P1 駐車場です。石段下側唯一の平置き駐車場なので、キャンピングカー止めるならここがいいんじゃないかなと思ってます。泊まりは15時以降受付、次の日の午前10時まで駐車可能です。左側見えてきたのは市営 P2 駐車場です。 P1 以外は全部フラップ式になっています。この後左側に市営 P4 駐車場が出てきます。料金は P1 から P4 全部同じぐらいです。右側石段広場です。ちょっとそっち振り向けなかったので撮れなくてすいません。この日はアカペライベントやってて、大学生が気持ちよく歌ってましたね。そして右側、この辺り唯一のコンビニローソンです。今更かもしれませんが、左下に地図と現在地を入れておきましたので、参考にしてもらえたら嬉しいです。さて、この後激坂になります。ただ映像じゃ分かりにくいかも、残念ですが、八千代坂250メートル、勾配 17%、サイクリストの方々には超有名な坂みたいです。アクセルは全開なんですが、もうだんだん止まりそう。キックボードの限界がやってまいりました。ここからはテレをして登ります。登らにはいかんわけがあるんす。ここはアニメイニシャル D の街ですから、ダウンヒルやらんと帰れません。自己満足タイム。実際20キロぐらいですが気持ちいい。今目の前に見えている水路と石段、伊香保温泉を象徴する風景ですが、実はこの石段、ただの階段ではありません。石段の下には温泉が流れています。これは上にある源泉からポンプを使わず、重力だけで下へ流れてきている温泉です。斜面を生かし、石段と水路を一体で設計して温泉を効率よく配る。伊香保は日本でもかなり早い段階から計画的に作られた温泉街だったんです。伊香保温泉は万葉集にも名前が残る非常に歴史の古い温泉地です。戦国時代に武田勝頼が負傷兵の療養地として整備したとも伝えられています。伊香保の温泉には2つの種類があります。一つは鉄分を含み、空気に触れると茶色く濁る黄金の湯。もう一つは平成に入ってから発見された無色透明の白金の湯です。白金の湯も立派な温泉ですが、温泉成分は比較的穏やか。伊香保の評価と歴史を築いてきたのはあくまで黄金の湯でした。しかしこの黄金の湯、湧き出る量は決して多くありません。そこで伊香保では駒口制度という極めて特殊な制度が作られました。石段の下を流れる温泉を分岐させて各旅館に分配する制度です。分配の際には各旅館が持つ権利の大きさによって幅や高さが決められた木枠の湯口を与え、源泉の使用量を厳格に管理しました。高度経済成長期からバブル期にかけて団体旅行ブームが起こります。伊香保にも大型ホテルが次々と建てられました。しかし温泉の量は増えません。しかも新規のホテルは駒口制度に入れません。そこで新規のホテルが頼ったのが平成に入ってから使えるようになった白金の湯です。白金の湯は駒口制度とは関係なく、使用料を払えば誰でも利用が可能で、しかも天然温泉を名乗ることができました。この仕組みを利用し、小さな浴槽には白金の湯、大浴場には水道水、表示は天然温泉。嘘ではないが誠実でもない運用が次第に広がっていきました。2004年、全国的な温泉偽装問題が発覚します。伊香保温泉も報道されました。すべてのホテルが不正をしたわけではありません。しかし、伊香保イコール偽装というイメージは一気に広まり、廃れていきました。
先ほどキックボードで来た坂が見えてきました。いかがですかこの傾斜。横から映すと勾配の厳しさが伝わるかもしれません。この辺のスナックは夜営業していました。よく廃墟街として取り上げられますが、話を聞くとここで営業したい人は多いみたいで、人気のテナント物件なんだと教えてくれました。坂の一番上にあるホテル。黄色い建物のさらに奥、緑のネットがかかっている建物は当時偽装があったとされるホテルです。新規参入したホテルの多くは廃墟になっていました。そういった意味でも、伊香保は黄金の湯を使う権利によって成り立ってきた街なんだと言えるかもしれません。梶川橋駐車場に戻ってきました。まっすぐ進むと梶川橋です。写真は昼ですが、もう夜です。こちらが梶川橋。千と千尋の神隠しのモデルになったとも言われる橋です。で、さらに奥に進むと飲泉所があります。早速飲んでみます。もう鉄の味、サビの味。聞こえますか？音がするんですよ。音が。梶川橋から伊香保神社に歩いてるんですけど、もうめっちゃ怖い。この後5分ぐらい歩いて伊香保神社に着きました。この神社は石段365段頂上にある神社です。さあ、気を取り直して散策していきたいと思います。夜の伊香保。どこの路地もびっくりするほど人がいないんですけれども、明るかったので全然危険な感じはしませんでした。むしろライトアップされた石段街を独り占めしてるような気がして、なんかすごい贅沢な気分でしたね。特に石段や道の下を流れる温泉をゆっくり見れたのは素敵な時間でした。あと、足湯にゆっくり浸かったり、コラボマンホールを探したりするのもとっても楽しかったです。ちなみにマンホールの位置はウェブに出てます。で、どうしてこんなに人がいないのか気になってスナックで聞いてみました。そしたら沖縄から移住してきたマスターが、ここら辺のホテルはサービスがいいからみんなだいたい8時以降に出てくるんだよって教えてくれました。この時まだ19時、7時ぐらいだったんで、なるほど、この後きっと賑わっていくんでしょうね。散策の最後にこれだけは言いたいんですが、広場の公衆トイレがめちゃくちゃ綺麗でした。本当に綺麗でした。掃除毎日ありがとうございます。大江戸温泉物語さんの日帰り入浴をしに来ました。ガーン。でもこんなこともあろうかと私調べてまいりましたよ。伊香保グランドホテルさんの黄金の湯館に来ました。内風呂2つと露天風呂1つ。露天風呂は循環型ですが、内風呂のうち1つは源泉かけ流し。楽しみです。もうここまで来たらやけですよね。わざわざ30分かけて道の駅前橋赤城に来ちゃいました。これが結構正解。イルミネーションが綺麗だ。40代独身男性なのに一人で歩いているイルミネーションの中、食堂もとても綺麗。9時までの営業なんで終わっていました。広間に来ました。で、正面に見えるのが入浴施設前橋赤城の湯です。で、こちらが休憩スペースですね。軽食とか、ここで座って食べられるように普段なっています。左側に見えているのがトイレ。これ24時間営業。で、真ん中見えてきたのがセブンイレブン。これも24時間営業。で、正面見てるのが先ほど見ていた食堂エリアですね。9時までです。観光案内所があって、最後に見えたこちら、これが直売所です。お土産とか地元の野菜とかいろいろありました。9時までです。群馬は道の駅本当に素晴らしくて、前橋赤城なんて車中泊天国最高です。見てください。この視界に必ずキャンピングカーがいる景色、もうたまんないですね。そしてあのちっちゃいのが私の車。なぜあそこに止めた？車中泊をするんだったらあの位置で良かったかもしれませんが、私は決めているんです。明日の朝は春名湖湖畔で素敵な朝を迎えたいということで、春名山を越えていきますが、おっとっとっと、ここで走り屋が私を越えてゆく。そしてもう一台越えてゆく。合計10台ぐらいに抜かれましたかね。
しかし私なりに精一杯攻めさせていただきましたよ。それではご褒美のギネスビール飲み比べでございます。カシュッと、あれあわわということでおやすみなさい。そしておはようございます。こちらが春名湖の朝。いや、これが見たかったんです。早速キックボードで春名湖を一周しております。今まだ6時なんですけれども、あと30分か1時間するとこの日は春名湖マラソンっていうのが開催されるみたいで、外に出る道路が封鎖されちゃうみたいなんですね。ということで、もう涙のお別れの時間です。本当はあそこにあるスワンボート一人で乗りたかったな。そしてワカサギ丼食べたかったな。失意の帰り道、せっかくなのでイニシャル D の聖地で記念撮影。アニメ好きなので嬉しい。ではこっからは本気のダウンヒルをぶちかましますよ。カーセールス渡辺さんで端回り固めてきましたからね。と思ったら、何やら整列しているアキナスピードスターズの皆さんがなんと一台勇気あるダイブをすでにぶちかましているじゃないか。違うのか、これは駐車場にしていただけなのか。とにかく私は身の丈に合った走りで帰りましたとさ。再びどころじゃない、再び梶川橋駐車場です。旅の最後に黄金の湯に浸かりたいと思って、営業時間開始まで2時間ぐらいイニシャル D 見て待ってました。伊香保の場合、私が思うに結局一番泉質がいいのは市営の伊香保露天風呂じゃないかなと思っています。なぜならすぐ隣に源泉があるため 100% 源泉かけ流しになるからです。道を歩いていても至るところに温泉成分が染み出しています。そしてこれが第2号源泉。毎分約1400リットルぐらい湧き出るようで、これは伊香保温泉全体の3分の1を占めているようです。すぐ隣には伊香保温泉を温泉の街として設計したベルツ博士の像がありました。ちなみに20代でこの貫禄です。いかがでしたか、伊香保温泉。今回は一人旅でしたので、おすすめのファミリー&夫婦想定プランを貼っておきますね。さて、最後に私の一押し食堂がこちら、蕎麦茶屋中島さんです。蕎麦打ち名人の店主が作る限定20食の田舎定食がとにかく大満足。もし売り切れの場合は具沢山のミルクカレーうどんを推しますよ。人生で一番美味しかったカレーうどんです。この動画が面白かったらチャンネル登録といいねお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。